だよ。白と物だ。今日も京都でパソコンを組み立てていくよ。早速だけど今日のテーマから。このチャンネルでパーツ紹介から入らないのは珍しい。ふふふ。今回は一式全体が主役だからね。今日のテーマはズバリ。予算16万で組む ASUS 統一のマイクラ影モッド向け構成。まさかのゲームタイトル指名。イエス。今回の動画は ASUS の提供。超ド定番ゲーム、マインクラフトに影モッドを入れても十分遊べるスペックを実現しつつ、Apex Legends や Valorant とかもそこそこ遊べて、ついでに軽い編集ならできちゃう。そんな素敵な PC を16万で組み立てる動画だよ。キーマを合わせてざっと20万か。ふふふ、このご時世だけど構成を工夫して安く仕上げよう、というわけさ。じゃあ早速組み立てていこう。まずマザーボードから。マザーは ASUS Prime B550M、AY2、ソケット AM4 の Ryzen CPU 向けマザーだね。チップセットは B550 で、サイズはマイクロ ATX。今の世代の AM5 の前、AM4 世代のマザーだな。今回は最新世代の AM5 じゃなくて、あえて1世代前の AM4 をチョイス。高騰しているメモリの中でも、比較的安価に入手できる DDR4 メモリを使うわけか。だけどマイクラの影モッドを遊ぶくらいなら AM4 でも全然 OK。その分安くなるからこれで進めよう。にしてもこれまで使ってたマザーと比べるとかなり質素な見た目だな。でしょ？ 1 万円で買えちゃうエントリーモデルだからね。だけどこういう低価格帯のマザーこそ、どこを削るかでメーカーのセンスがわかるというもの。電源回路には小さいながらもヒートシンクがついてて、ミドル帯の CPU なら余裕で使えるし、裏面も USB が6ポートと最低限はある。何よりここ、無線機能か。そう。これのおかげで Wi-Fi や Bluetooth もしっかり使えるから、有線 LAN が使えないお家でもバッチリ。これがついてないのとでは全く違うからな。ここは抑えてきたという感じか。そしてそんなコスパマザーに取り付ける CPU はこれ。Ryzen 7 5700X。8コアの定番 CPU。マイクラはあまりコア数を使わないゲームだから、別に6コアの 5600X あたりでもいいのだけど、他のゲームも遊ぶことがあるだろうし、マイクラでも YouTube 見ながらトラップタワーとか作ったりマルチプレイで Discord 開いたりするだろうからここは無難に8コアで。6コアを選んでもいいが、Ryzen 5 5500や 5600GT はそもそもの構造ごと別物なので、性能にかなり差がある点は注意だぞ。同じ5000番台だからこそ注意だね。できるなら G がついてない5600以上を選んで。そしてメモリは CFD のスタンダードシリーズメモリ。こっちも定番だね。8GB2 枚組の 16GB。DDR43200 の標準モデルだな。マイクラ影モッドくらいなら Discord とかやるにしても 16GB で OK。他のゲームもフル HD で遊ぶなら基本は足りると思う。ただ大型モッドとか用途によっては 16GB だと手狭になるから、心配なら 32GB でもいいかも。このマザーならメモリスロットがあと2つあるから、後で追加でも OK だよ。そして SSD。SSD は、アペイサーの AS2280p4X。PCIe の Gen 3対応の SSD だね。容量は 512GB。ガチガチの最低限だな。だね、ここもかなり予算に振り切ったチョイス。とりあえず軽めのゲームを入れて遊べるラインで安さで選んだよ。ただ最新ゲームを入れて遊びたいなら1テラくらいの定番メーカーのを使った方がいいかも。今回の構成なら M.2 スロットがもう一つあるから、メモリと同じく追加で増設できる。必要に応じてゲーム用 SSD を入れていいかもな。そんな感じでマザーの組み立ても終わったらケースは ASUS のプライム AP201 メッシュブラック。定番のマイクロ ATX ケースだな。1万円くらいで買えるベストセラーモデルだね。机に置けるちょうどいいサイズ。シンプルなデザインもいい感じ。だけどこの大きさで RTX5070Ti とかの 300mm を超えるグラボとか最上位 CPU を冷やせる 360mm 水冷も入るから今後パソコンをアップグレードしても長く使えるよ。何よりガラスじゃないから中のパーツの見た目を気にしなくていいのが魅力だな。むしろね。ということで分解。ツードレスだからサクサク外せていい感じ。電源ブラケット部分だけのドライバーだな。ということで分解完了。そしたらマザーを組み込み、バックパネルを取り付けて。そしたらケース端子の取り付けだな。AP201 は USB 3.0、USB-C、電源スイッチ類、オーディオ端子の構成。取り付けてく。USB 3.0とフロントパネル端子。オーディオ端子に。よし。おいお前、タイプ C 端子はどこにやった？君のような勘のいいガキは誰でも気づくだろう。実はこのマザー、フロントタイプ C 端子がなくて取り付けできなかったんだよね。だから今回は残念だけど挿してない。
つまりフロントの C 端子は使えないのか。残念ながら、だけどさっきも言った通り AP201 はアップデートしがいのあるケース。もし今後 AM5 マザーとかに買い替えした時にでも使ってもらえれば嬉しいね。ということで次は電源。電源は ASUS のプライム 650W ブロンズ。650W のブロンズ電源だな。6000円で買えちゃうめちゃ安モデル。だけどファンの軸受けにはダブルボールベアリングを採用で長くお使いいただけます。超がテレビショッピングなんだよな。見てみてこのケーブル。かっちょいいエンボス風ケーブル。ということで取り付け、さっき外した電源ブラケットを取り付けて、ケース正面にマウントジャイ、そしたらネジを止めて、最後に電源ユニットに延長ケーブルを挿せば取り付けは終わりだよ。そしたら次はケーブルだな。ATX24 ピンと CPU8 ピン。8ピン色分けされてて狭い場所でも見やすい。いいよね、こういう細かい工夫。ということで次にケースファン。AP201 には背面に 120mm のファンが搭載されてるから、このファンケーブルをマザーに接続。そしてここからケースファンを常設してく。さすがにファン1つだと心もとないしな。サイズ、風フレックス2の 120mm モデル。120mm のファンで、価格は1000円くらい安。今回はこれを底面と底面に配置するよ。正直今回の構成だと冷却が過剰気味だが、安いからつけちゃうんだなこれが。ということで次にクーラー。クーラーはディープクールの AK400。前の動画にも登場した超定番クーラーだな。5700X には過剰すぎるくらいの冷却性能のクーラーだね。なにその動き。どっかのバーテンダーのモノマネ。怒られろ。ということで取り付け、マザーの爪を外して、クーラーの金具を取り付け、ちなみにちょっとしたテクニックなんですけど、このデフォでついてくる AM4 のバックプレート、こんな感じにマスキングとか養生テープで仮止めしておくとネジを外した時に脱落しなくておすすめです。100台以上 AM4 を組んできた人間の謎テクニック。AK400 に最初から塗られてるグリスは拭き取って、グリス塗り塗り、クーラーグリグリ。最後にネジを閉めて、ファンを取り付けたら、クーラーも取り付け終わりだよ。そしたら最後にグラボ。グラボは ASUS のラデオン RX7600 のデュアルエゴモデル。ラデオン RX7600 搭載のグラフィックスカードだね。今回はラデオンか。イエス、5万円以下で買える数少ないグラフィックスカード。全世代のラデオン7000シリーズということで、レイトレとか超解像度みたいな最新機能では今時のグラボに劣るけど、マイクラはそこまでそういう機能は使わないからね。せいぜい一部でレイトレがある程度だもんな。あえて全世代を選んでコスパを取ったわけだ。ということで取り付け、ブラケットを外して、グラボをガッチャンコ。ネジを閉めて補助電源を挿せば、取り付けは終わりだよ。これで全てのパーツを取り付けできたな。最後にパネルを戻せば、シンプルだね。メッシュで中身を見せなくていいからコスパ重視でパーツを選びやすいのいいな。でしょ。重量はおおよそ 10kg。サイズも相まって机の上に置くのは余裕だな。フィルターは底面で、こうしてマグネットで取り外しできる。整備性も悪くない。そして最終的な構成表はこんな感じ。この高騰した PC 市場の中ではかなり安く組めたな。いいね。ということでここからは実際にこのマシンの性能をチェックしよう。まず今回の主役、マイクラだよな。各種設定はこんな感じ。マイクラは Java 版でバージョンは 1.20.1。アイリスとソディウムの今時構成で、影シェーダーは BSL。シェーダープリセットはハイの設定で、描画距離は16チャンクの設定だね。まず何もしてない時がこんな感じ。森林バイオームの重たいシーンでも 200fps 近く出る。余裕の動作だな。でしょ。メザーもこんな感じで、エリトラで飛び回っても 200fps 以上のフレームレートを出せててとても快適にプレイできる。エンドも言わずもがなだな。ただマイクラでは結構過剰気味ではと思うじゃん。例えばここでディスコードで Go ライブしながらプレイもしてみると、がっつり FPS 下がった。
どうしても他のことをすると性能下がっちゃうんだよね。もちろんディスコードとかだけじゃなく、他のモッドやら大規模建築をし始めてもどんどん負荷は上がるし、この手のゲームはとにかく性能的な余裕が大事。今回の場合ディスコードの Go ライブ配信を回しても 100fps は出せる感じで、メモリ使用量も多くて13ギガくらいで止まるから、十分16ギガで対応できる範囲だね。余裕はないが、さっき言った通りメモリも足りなければ最悪増やせばいいしな。そうそう、そもそもプリセットも今回は高設定だから、ここから必要に応じて設定を下げることもできるし、大規模建築とかでも十分対応できる範囲だと思うね。マイクラ自体今では軽いゲームという認識だったが、モッドとかできる自由度が高いからこそ、性能や拡張性に余裕を持たせた構成が重要ということか。そういうこと。そして当然性能的に他のゲームもできるわけで、例えば定番 FPS の Apex Legends、最高設定でも 100fps 前半、低設定にすれば 100fps 後半は安定して狙えそう。バロも低設定でやったけど300から 400fps は出てるね。全然遊べる。ただこの手のゲームで重要になる 1% ローだけ結構下がり気味だからそこだけは注意だな。よりハイレベルな戦いになれば終盤のウルトとかも集中するだろうし。だね。FPS が知勢だと CPU 性能大事だし、しっかりお金をかけて最新世代の CPU とメモリを選んだ方が幸せになれると思う。そして対策ゲームもプレイ。モンスターハンターワイルズだね。設定は高設定。60fps 付近で余裕は少しないが、十分プレイできるというレベルか。だね。フレーム生成を使えば 100fps は安定して出せる感じ。そして BF6。最新 FPS タイトルだな。これも重めだけど低設定にすれば 100fps は稼げるかなって印象。低設定でもグラフィックはいいから、カジュアルに遊ぶ程度なら全然大丈夫だと思うね。おおむねベストではないけどゲームを楽しむレベルはできるって感じだな。かな。ただメモリ使用率が両方とも何もしてない状態で10ギガ以上食うから、軽い作業はともかく、配信を同時並行でやるなら32ギガにした方がいいだろうね。ここは前から言われてるところだな。そして参考程度にクリエイティブ性能の検証。ビュージェットシステムズが公開しているベンチマークソフト、ビュージェットベンチマークを使ってクリエイティブソフトを使用した時の性能を計測していく。Adobe のプレミアプロとかアフターエフェクツ、ブラックマジックのダヴィンチリゾルブみたいなプロ向けソフトを実際に使って計測するから、実態に近い数値が出やすいんだよな。ということで結果はこんな感じ。参考に Apple の M4Mac のスコアも入れておくよ。こうしてみると案外実力は拮抗してるんだな。ね。さすがに Photoshop とか Lightroom みたいな最新 CPU がものを言いやすいソフトでは差ができちゃうけど、単純なパワーでの押し合いが多い動画編集系のソフトでは思ったより悪い結果は出てない。ゲームに割り切ったラデオン構成だが、ショート動画作りみたいな軽い編集なら全然できそうだな。だね、そのくらいはできる。ただそれを前提にしちゃうと今回の構成はストレージ容量も速度も足りないと思うから、やる人は何かしらで交換とか増設しておいてね。そして温度も検証。まずゲーム中の温度から、さっきやった BF6 を3時間プレイしたよ。マイクラじゃないんだな。あれはちょっと CPU 負荷が軽すぎるので、ということでこんな感じ。CPU とグラボの両方にいい感じに負荷がかかってる。だけど両方とも70度以下で安定してるね。3時間経った時点でもこんな感じで、ほぼ変わらず一定の温度をキープ。CPU グラボともに低発熱な組み合わせなのもあって、まるで困ることがないな。でしょ。そしてここからが本番、負荷テストツール、OCCT を使って CPU とグラボの両方に最大まで負荷をかけていくよ。こっちも3時間、こっちはゲームじゃ出せない負荷がかかるから期待だね。ということで、スタート。開幕10分で温度は相変わらず70度超えないくらいで、その後も最後まで70度を超えずにキープしたよ。余裕すぎる温度だな。ねえ。CPU もグラボも温度だけじゃなくてクロックまでしっかり高い水準をキープできてて、この構成を完全に冷やしきってると言っていい数字だね。そして静音性はこんな感じ。最大負荷の時にほんのちょっと音がするくらいでこっちも全く問題なし。最後に消費電力がこんな感じで、おおよそ 300W。めちゃめちゃ省電力だな。だね。無操作時の消費電力も 50W 程度と低めで電気代にも優しめだ。ということでマイクラの影モッドにフォーカスした PC。どうだったかな？
これが始まる前は旧世代ということで結構性能舐めてたが、実際に作ってみたら悪くないな。でしょ？性能も案外戦えるし冷却もバッチリ。何よりパソコンである以上自由度も段違い。よくこの性能だとプレステとかスイッチでいいじゃん、みたいな意見もあるけど、マイクラみたいなモッド系ゲームはまだ Windows の方が自由度があるからね。その自由度をなるべく安く、という意味ではこの構成はありだと思うね。今後アップグレードする余地もあるのもいいな。でしょ。後から増設するから初期費用を安くっていうのも自作ならではの魅力だよね。ということでこのマシンについて何か質問とかあればコメントや X の DM へ。質問箱もあるからぜひ使ってくれよな。今回の動画が面白かったら高評価やチャンネル登録してもらえると嬉しい。じゃあまた次の動画もよろしくだよ。それじゃあ、バイバイ。